ところでゆっくりさん、私たちは2020年から4年近くイギリスを訪れていませんでしたよね。実に3年11ヶ月ぶりのイギリスだよな。最後に訪問したのが2019年末で、今回が2023年11月だから。それまでは毎年イギリスに来ていたのに、突然ぱったり行かなくなったのは何か理由があるんですか？観光旅行どころじゃなかった。2020年と21年は例外としても、2022年には遊びに行けましたよね？それはね、イギリスに面白そうなネタがあまりなかったからなんだよ。この国の鉄道は、2020年1月から新たなバリアフリー規制が始まろうとしていた。これに合わせて、2019年には各地の鉄道会社で、新しい車両の導入、もしくは既存の車両の改修が急ピッチで進んでいた。しかし、古い車両の改修は時間と労力、そしてコストがかかる。その上、古い車両たちは車体に歪みや腐食が生じているものもあり、バリアフリー設備を追加するにあたって、まず車体そのものを大きく修復しなければならなかった。となると、先も長くない古い編成を改修するより、これから何十年も長く使える新造車両を導入した方がはるかに効率的だ。こうした事情から、20世紀後半から活躍してきた古い車両が全国で一斉に引退していった。1976年からイギリスを代表する特急列車として走り続け、危うく私たちを冷凍保存に仕掛けた HST もその置き換え対象の一つだった。実際は、車両メーカーでの製造遅れや引き渡しスケジュールが予定通り行えず、一部の路線では期限内の置き換えが間に合わないところもあったが、2020年からは新しい規制が始まった。イギリスの鉄道は一部の例外と保存鉄道を除き、すべてバリアフリー対応列車の運転になったのである。だが、車両の更新や駅の改修が一斉に終わってしまったので、この国の鉄道は大きな動きがなくなってしまったのだ。一応、2020年代にも高速鉄道の新規開業が予定されていたり、日立製の特急列車、クラス800系列の派生型などがまだまだ増える予定ではいる。けれどもこうした動きは2023年から26年あたりを予定していて、新しい変化が起きるまでに少し時間がかかる。特に2020年から数年は目新しい情報がなかったのが、あまり足が向かなかった要因だった。それが、今になって、突然イギリス旅を計画したのは、乗らなきゃいけない列車が出てきたんだ。ということで、再び、おはようございまーす。私たちは、日立製の特急電車、アズマに乗って、イギリス北部のスコットランドから、イングランドの中部へ移動しています。列車は間もなく、スコットランドの首都、エディンバラに到着するところです。窓の外では、少しずつ空が明るくなり、ようやく冬のイギリスでも、遅い朝が訪れてきました。この列車は、朝の6時48分に、スコットランド西部のグラスゴーを出発し、600キロ以上離れたロンドンへ向かいます。始発の駅ですと、まだ空席が多かった車内ですが、途中の駅で少しずつお客さんが増えていき、3つ目の停車駅、エディンバラで、ほぼ満席になりました。ここ、エディンバラ、ウェイバリー駅は、西部のグラスゴー中央駅と並ぶ、スコットランドの鉄道ターミナルです。20本のホームを備える大きな駅ながら、すっぽりと谷の間に収まるように建設されました。駅の線路は谷の両側に通されたホームだけが通り抜け構造で、間の部分は行き止まりです。この行き止まりの線路が向かい合った先の中央部分には、切符の発券カウンターや待合室、売店などが設けられています。駅に必要な設備がホームと同じフロアに集約されているため、イギリスのターミナル駅では珍しく、シンボルとなる駅舎が存在しません。谷を渡る橋や駅に面した大通りに小さな入り口があるだけなのが、エディンバラ、ウェイバリー駅の特徴です。現在、エディンバラがある土地は、4億年から3億5千万年前に火山活動があり、地表に流れ出た溶岩の上に町が形成されました。そのため、この辺り一帯は非常に起伏のある地形です。町のシンボル、エディンバラ城も、火山のマグマが固まってできた巨大な岩山の上に要塞として建設されました。
エディンバラ城のアクセスは、鉄道の駅からですと、徒歩でおよそ15分程度。ホームや電車の窓からも見える、短い距離ながら、ひたすら急な坂を歩いた先にあります。列車が発着する鉄道駅は、東西に長い構造です。南側に、エディンバラの旧市街、北側は、新市街があり、街を隔てるように、線路が通る形です。北の新市街は、比較的平坦な地形で、路面電車も走る、メインストリートが、駅と平行に通っています。その通り沿いの公園には、クリスマスマーケットが設営され、また賑わいを見せていました。ここにも、仮設の絶叫マシンがあって、旧市街側の遠くから、イルミネーションを見るだけなら、綺麗だったね。また、駅の東側には、スコットランド政府の総合庁舎があり、隣の小高い山からは、エディンバラの市街が一望できます。この山からも、スコットランドを代表する建築物、フォース鉄道橋の姿が見られました。T ちゃんがあからさまに絶叫マシンから話題を遠ざけようとしている。エディンバラの駅を発着する、主な鉄道会社は、ロンドンからの長距離特急を走らせる、ロンドンノースイースタン鉄道、略称、LNER と、地元スコットランドの鉄道会社、スコットレールの2社です。そんなエディンバラ駅に、2021年から、新しいオペレーターが乗り入れを開始しました。格安高速列車を運行する、ルモです。アズマと同じ、クラス800系列の列車を使い、ロンドンからエディンバラを結びます。編成は、青い車体が目を引く、クラス803型が用いられます。ロンドンからエディンバラまでの運賃は、18ポンド弱、およそ3600円から、チケットの価格は変動し、直前の予約ですと値段が高くなりますが、それでも、LNER より安い運賃が強みです。格安高速列車といえば、私たちは以前、ベルギーとフランスの間を走る EG をご紹介したことがありましたよね。あれ、2022年で廃止されちゃったんですよ。それはいいとして、あの列車は、線路使用量が高い高速線を走らず、在来線を走行することで、チケットの値段を抑えていました。ですが、ルモの場合は、1列車あたりの定員を多くし、車内サービスを削ることで、価格を抑えています。車内には一等席がなく、全車両に普通席を配置。常設の売店や、調理設備、もちろん食堂車などはなく、飲み物や軽食類は車内販売でカバーします。車内設備を必要最小限にして、客席を多く配置した結果、ルモの列車は、LNER のアズマ編成より、客席も多い定員になりました。所属する列車は、わずか5編成。運転に必要な列車を最小限にし、フル稼働させることでもコストの上昇を防いでいます。こうした取り組みは、LCC と同じですね。ルモは、ロンドンからエディンバラまで全線にわたって、アズマと同じ線路を走りますし、車両の性能も同一です。今回は、駅で車両を見るだけでしたけど、シートもアズマの普通席と同じでした。ですが、途中の停車駅を少なくすることで、アズマと比べ、20から30分短い時間で、ロンドン、エディンバラ間を走破します。なんていう、運転本数は少ないながら、新たな選択肢となる、青い列車のご紹介でした。ではそろそろ、アズマの旅に戻りましょう。早朝のグラスゴーから、およそ1時間走ってきた、私たちの列車は、エディンバラの駅で5分ほど停車します。ロンドン方面に向かう、大勢のお客さんを乗せる傍ら、サービス用のカートを次々に積み込んでいました。ルモの説明でも少し触れましたが、LNER の特急、アズマでは、車内に売店があります。さらに一等席ですと、お茶やお食事のサービスが実施されます。こうしたサービスで用いるカートや売店の商品を、エディンバラで一斉に車内へ搭載するんです。グラスゴーを出発した時点では、まだ閉まっていた車内の売店は、ここから終点のロンドンまでの営業になります。エディンバラを出発すると、次の大きな停車駅は、南西に140キロ離れたニューカッスルです。線路は直線でなく、山を避け、海岸に沿って大きく迂回している関係で、実際の走行距離は200キロ弱になります。ニューカッスルまでの走行時間は1時間27分です。エディンバラを発車して、
しばらく経つと、列車の左手には、北海が現れました。時々線路は、内陸に入りますけど、ニューカッスルの近くまで、基本的に海の近くを走行します。ここは、東が走る、東海岸本線の中でも、特に景色が良く、私もお気に入りの場所なんですよ。考えてみれば、ドイツには、海岸を長く走る線路がないもんな。私も、列車から海が見えると、つい眺めてしまう。ゆっくりさん、ドイツの家は川の町ですけど、出身は港で有名なところでしょ？そうなんだけど、家があるのは、内陸の山の上なんだよ。それはさておき、今回訪れているイギリスは、4つの異なる国をまとめた連合王国です。そのうち、ブリテン島は、南にイングランド、北部にはスコットランド、そして北寄りの西部地域にウェールズがあります。LNER の列車は、北のスコットランドと南のイングランドにまたがって走ります。その境となっているのが、ベリック・アポンツイードです。位置はちょうど、デンマークの首都、コペンハーゲンと同じくらいの緯度にあります。ここは、イングランドとスコットランドを隔てる、ツイード川の河口に面した町で、川岸の駅は、一部の特急も停車します。駅のすぐ近くに架かる、石造りの橋は、ロイヤルボーダーブリッジと言います。蒸気機関車の父、ジョージ・スティーブンソンの息子、ロバート・スティーブンソンが設計した橋で、1850年に、当時国を治めていた、ビクトリア女王によって開通しました。全長660メートルの大きな橋は、170年以上前に作られたもので、それを今でも現役の幹線として、使い続けているのです。28個ものアーチで構成された、古い石造りの橋を、列車が渡る様子は、とても絵になり、イギリスの鉄道写真の定番撮影スポットの一つに挙げられます。ここの線路は、橋の南側で、大きくカーブしていますので、列車から降りなくても、橋の姿を車内から見られます。カーブが急だから、通過列車も速度を落としてくれるのが、景色を見る人にとっては、ありがたいですな。ずっと、小高い丘や、生い茂る木々ばかりだった車窓が、突然開け、河口の街が広がる光景は、いつ見ても美しい。私たちが乗っていた列車でも、橋を渡り出した途端、デスクワークや会話を中断し、景色をスマートフォンに収めるお客さんがいた。この橋は、名前に、ボーダー、とありますが、本当の国境は、3マイル、およそ5キロ北の地点にあります。イギリスが一つの国となる以前は、イングランドとスコットランドは完全に別の国だったこと、そしてその境の地点にある町だったことから、ベリック・アポンツイードは長い歴史の中で何度も属する国が変わってきた土地でした。もっとも現在は、国境といっても県境みたいなもので、パスポート審査も税関も一切ないんですけどね。沿線にも、スコットランドとイングランドの境を示す看板がありますが、大抵の特急列車は高速で通過するので、きちんと文字が読めません。ちなみに、東海岸本線と並行に通っている、高速道路 A1 号線にも、国境の標識があります。ロイヤルボーダーブリッジを渡り、急カーブを曲がった列車は、再び速度を上げて走り出しました。ここで、クラス800、8ちゃんの、ちょっとネガティブな、そして皆様も気になっている話題をお伝えしたいと思います。2021年4月、定期点検中だったクラス800型の車体に髪の毛のような小さな傷が発見されます。最初はただの塗装の剥がれか単なる汚れに思われていましたが、念のために詳しく調べたところ、構造部材がひび割れている亀裂だったことが分かりました。これを受けて追加の緊急点検を実施した結果、さらにいくつもの編成に、同じような亀裂が報告されます。最も長くても、運転開始から、わずか5年程度の新型車に、複数のクラックがあったことは、運行会社に大きな衝撃を与えます。安全上の理由から、クラス800系列の列車は、数日間運転を取りやめられ、その間、イギリスの長距離旅客輸送は、大きく滞ってしまいました。この件は、本人よりも HST の方がうろたえてたよな。うろたえてない。英国紳士はうろたえない。当然のことながら、悪名高い運輸省は、原因の特定と対策をメーカーの日立に命じます。詳細に調べた結果、この不具合は、
複数の原因が重なって発生していたことが判明しました。まず、広角効果。8ちゃんに発生していた亀裂は、すべて同じ部分に集中していた。高速走行中に、車体の傾きや、不必要な振動を抑える部分が原因だったのだ。これらの動きは、台車と車体を、金属製の棒で繋ぎ止め、間に組み込んだ、ダンパーやバネによって、振動を吸収する仕組みだ。しかしその振動の力が、想定以上に強すぎたこと。そして、異なる動きを、一箇所で受け持ったことで、部品の付け根に、亀裂が発生してしまったのだった。そもそも、金属のひび割れは、大きい負荷を短い間隔で、繰り返し与えることで、誘発するもんな。ですからダンパーの周りは、どの車両でも、クラックが発生しやすいんですよ。また、不幸中の幸いだったのが、この亀裂は、車体本体ではなく、その下に溶接した、支えの部品に発生していたことだ。ひび割れの進行は、問題のある部品のみでとどまり、車体本体にまでは、影響を及ぼしにくかったのだ。加えて、すぐに安全性に直結するものではなく、ある程度の長さのひび割れなら、許容できることも確認できた。とは言っても、放置したり、安心できる不具合ではない。定期点検は、目視だけでなく、専用の測定器具を用いて、亀裂の深さや、進み具合を、細かくチェックすることにした。8ちゃんの車体が、線路からの衝撃を受け止めきれず、亀裂を生じてしまった原因の一つが、設計上の不備です。クラス800の車体構造は、日本の新幹線車両と、2009年からイギリスで活躍している、クラス395型の経験をもとに設計されました。両者とも、今までこうした亀裂の問題がなかったので、クラス800シリーズでも同様の構造で大丈夫と判断されていたのです。ところが、ここに誤算がありました。新幹線も、クラス395型も、高速運転は、専用の高速線内だけで行う車両たちでした。共に、超高速走行を支えるため、線路が定期的に点検、整備されていますし、許容されるレールの誤差も小さいので、台車に揺れや振動が起きにくく、車体に与える負荷が少なかったのです。しかし、クラス800系列が走るのは、一般的な在来線、全線にわたって、重い貨物列車など、様々な種類の列車が日夜走り、整備は専用線ほど細かく行われません。ですから、高速線よりもレールに狂いが発生しやすく、クラス800型は、歪んだ線路を時速200キロで走行していたのです。となると、台車が上下左右に暴れやすくなり、車体の取り付け部は、ダンパーで吸収しきれなかった動きを常時受け止めます。その負荷が、メーカーの想定よりも大きかったせいで、亀裂が早期にできてしまったのでした。おまけに、海から吹きつける、潮風も影響を与えていました。マジかよ、ちょっと JR 四国に抗議してくる。エッチャンステイ、ハウス。8ちゃんの車体に使われる素材は、アルミの中でも、特に軽くて丈夫な、ハイグレードのアルミニウム合金を用いていました。航空機にも使われる、優れた素材である反面、塩分や酸に弱く、さらされると、強度が低下してしまいます。この列車では、海沿いの路線を走ることをあらかじめ想定されていましたから、部品の表面を塗装で入念に覆い、潮風、海水対策としていました。ですが、亀裂が発生してしまうと、加工をしていない内部に少しずつ塩分が侵入してしまいます。特にイギリスの南西部を走るグレートウエスタン鉄道では、海岸のすぐ横を走る区間が存在します。というかこの子、潮風どころか、海水を思いっきり被ってたよな。伝説のドーリッシュ界で銀ちゃんが絶句した場面は、今でも語り草になっているぐらいですもんね。こうした過酷な場所を走る車両ですから、本来なら問題にならない、微小な傷程度でも、すぐに海水や潮風が入り込み、クラックの進行を早めていたのでした。今回特集している、東の路線、東海岸本線は、グレートウエスタン鉄道ほど、海に近くはないのですが、海岸に面した地域はありますし、最高速度の、時速200キロで走る時間が長く、やはり車体に負荷がかかります。この事態に、日立は、すぐに運用復帰できる、応急修理と、大規模な改造の両面で対応することにした。根本的な解決策は、
問題になった部品を撤去して、補強材を組み込み、さらに、強度を高めた部品を取り付ける、というものだ。この改修は、亀裂の進みが大きい車両から、優先的に進められている。けれども、一度溶接した部品なので、車体から取り外すのは、簡単な作業ではない。その上、専用の設備がある、日立の工場で行う必要があるので、どうしても作業に時間がかかってしまう。なので、クラス800系列を運行する各社は、ひとまず応急修理と、亀裂の進み具合を注視しながら、運転を続け、規模の大きい定期検査とともに、根本的な解決策を講じることにしている。改修作業は、2028年までに、全車両に対して実施される計画だ。でも、今回のイギリス訪問では、改修済みの車両を見ることはなかったな。比較的新しい、LNER の編成ばっかり乗ってたからね。なお、スコットランドを走る、クラス385型は、クラス800系列と、台車や車体が同じ構造ながら、最高速度、運用速度がともに低く、海辺を走ることもあまりないおかげで、クラックは発見されませんでした。といったところで、そろそろお別れの時間が来たようです。次は、次回も、地味にイギリスの鉄道ファンに人気の車両のお話をさせていただく予定です。それでは、イングランドの力、またお会いしましょう。今回も、イギリスの景色を見てくださって、ありがとうございました。